こんばんは。やっぱりこれだと何も映ってないですかね。電気つけます。改めて、こんばんは。ですね、今日なんですけれども、ちょっとコメントでいただいた質問に回答しようと思って動画を撮っています。で、いただいた質問がですね、以前動画にしたこのペンダントライトのちょっと明るさについてのご質問だったんですけれども、ちょっとですね、夜とか使った時にこれ一灯だと明るさ大丈夫っていうような内容をいただきましたのでお答えしますね。で、結論から申し上げると、ちょっと暗いのではないかなっていうのが私の感覚ですね。私の今のこの部屋っていうのが、照明器具がこれとは別にですね、もう一個そっちにメインで使っている照明器具があって、2灯でこの明るさを保っているという状況なんですね。で、今映っているこの明るさっていうのが、僕にとって例えば仕事でパソコン仕事をしたりですとか、読書とかで、本読んでも問題ないなっていう明るさの、基準になる明るさなんですけれども、ちょっとやっぱりメインの方の照明がなくて、このペンダントライト一灯だとちょっと暗いかなっていうふうに思います。で、ちょっとですね、明るさとかっていうのはおそらくこれを視聴いただいている環境、デバイスの設定とかによってもちょっと変わると思うので、あくまでこの明るさを基準にした時にこれ一灯に切り替えた時にどんだけ暗くなるかっていう形で見てもらうのがいいのかなと思ってますので、ちょっとですね、参考になれば幸いです。じゃあね、早速こっちだけにしていこうと思います。はい、いかがでしょうか。ちょっとね、カメラが自動的に補正しないように設定は全部もうマニュアルで固定してある設定なので、さっきの明るさからとの差で、比較してもらえればと思うんですけれども、さっきの明るさがね、本当に仕事とか読書とかできるような明るさだとしたら、ちょっとやっぱり下がりますよっていうような明るさです。使用する環境にもよりけりだと思うんですけれども、例えばそういった作業とか勉強とかしないよっていう話であれば、全然雰囲気作りとかにはいい照明器具だと思いますので、これ一灯と例えばその間接照明とか組み合わせるっていうのも一つありなんじゃないかなとは思うんですけれども、なんかいろんなシチュエーションに合わせてっていう観点でいくとちょっと暗いんじゃないかなっていうのが個人的に思いますね。ですのでご検討されている中でどういう使い方をするのかっていうのを大切に選ばれたらいいんじゃないかなとは思います。でですね、ペンダントライトの傘とかの中がミラーになってたりすると、もうちょっとその光を反射して下に明るさを送り込むことができると思うので、商品によっても多少の差はあるとは思うんですけれども、僕が選んだライトに関してはこれぐらいの明るさということです。ちょっとざっくりなんですけれども、参考になれば幸いです。